コウモリ傘、コウモリ傘、鍋釜の修繕はいかがでしょうかっていう修理する人が来てたんですよ。多分僕らは本当に今まで持ってたお父さんのコウモリ傘みたいな、そういう時代からビニール傘っていうもので傘の概念自体がこうひっくり返った世代だったと思うんですよね。だから子供の頃は傘を買ってもらったりしたら雨が降る日が待ち遠しくて、その傘を差すっていう行為自体にちょっと特別な思いがあったんですけども、もはや今もうビニール傘の時代になっちゃうと雨の日が待ち遠しいっていう感覚はもうはるか昔に置いてきちゃったなって思うんで、傘に対しての思い入れが本当になくなっちゃったなとは思います。さあ果たして今日傘の固定観念みたいなものが、ビニール傘ってそういうもんだろうっていうイメージが、それがどうひっくり返されるかっていうのが非常に興味深いですね。今回は東京浅草の傘職人です。この辺は台東区の寿っていうんですね。傘のマークがありました。ビニール傘工房ホワイトローズ。ちょっと可愛い色使いですけど、よっ、失礼します。いらっしゃいませ。どうも、いらっしゃいませ。はじめまして、松重と申します。ようこそいらっしゃいました。ビニール傘の専門店。そうなんです。うちは透明のビニール傘しか作ってない製造メーカーでございまして、世界で初めてビニール傘を作った会社なもんですから、国内で手作りで作っているのが私どものテーマなんですね。もうじゃあ、作られたのは先代先々代。そうです。9代目がビニール傘を開発。9代目。はい。先祖代々傘を作られてる。そうなんですね。初代はですね、刻みタバコの卸業をやってたんです。で、その刻みタバコを保管するための油紙を利用してカッパを作ったんです。カッパ。はい。で、それが参勤交代のお武家様のに採用されましてですね、幕府のお仕事もできるようになってという、そのカッパ屋から始めて雨具の世界に入ったんですよ。これも全部桜なんですか？これは桜ですね。で、こちらがですね、椿です。椿。これはワンタッチのジャンプ傘でございますね。ジャンプ傘もあるんですか？はい。どっちがいいっていうか、使い方ですよね。お車の方はね、やっぱりワンタッチのジャンプ傘はお好きなんですよね。実はそうなんですよ、僕も。はい。普通の傘はステッキとして使っちゃまずいんですが、でこれは長さの調節がここでできるようになっているので、すごい。一番長い状態ですと、この状態になります。本当だ。で、雨が降ってきたらば、もちろん傘になるんですが、傘差しちゃうとステッキなくなってしまいますよね。ですので、ここからこうステッキが出てくるんです。すごい考えましたね、これ。なんかそういう通販番組みたいになってきてる。これすごいですね。特許ですね、これね。これはある若い女性の方がですね、お父様がもうステッキを持ってもらわないと困るんだけど、俺はまだそんな年じゃないっつって持ってくれないんで、何か方法ないでしょうかというご相談をいただきまして、これすごいよくできてるな。これは傘だからステッキじゃないよって言ってお渡しになったらいいんじゃないですかと言って、最初あつられたものです。すごい。ピッコロというんですが、47センチのとても持ちやすい傘です。これはもともとは山ガールの方のご要望で作ったものでして、いろんな人の要望に応えてるんですね。はい、3年がかりで完成したものでございます。あんまり透明の折りたたみの傘って見たことがないと思うんですが、はい、すごい。これは穴が開いておりまして、でこの真ん中の線が畳む時のガイドラインになりますから、この線の通りに畳んでいただきますときれいに畳めるようになっているんですね。この傘に関しては非常に丈夫な傘なので、このぐらいの短い距離ピッと引っ張っていただくと全部倒れてしまうんです。そうするとあとは角さえ出していただければ
畳み方が記憶されているようなもんなので、簡単。あとは手のひらの上でコロコロ転がすだけです。宮内庁御用達っていうんですか、これはどういうことなんですか。平成22年にですね、宮内庁の方から美智子さまの傘を作ってくれというご要望がありまして、で、取り組んだのがきっかけで上皇様上皇后様にお使いいただける傘が出来上がったということです。ビニール傘といえば須藤さんのところで作られているものっていうことでご指名があったと。っていうか、もう国内でビニール傘作ってるのうちしかないんですよ。もうオンリーワンでしてですね、他のビニール傘全部中国製になってしまったので、こちらがですね、美智子様の使ってらっしゃるタイプのうちの傘で一番軽い傘です。軽っ。美智子様モデル。はい。これすごい。これはカーボンという素材を使っていますので軽いんですがものすごく丈夫な傘です。カーボンですか。はい。高いですよカーボン。そうなんですよ。もうこの傘実は、1万6,000円ぐらいしますが。ですよね。さすが宮内庁。そうですね。びっくりですよ。うちの傘には穴が開いてるんですよ。穴が開いてる。ここに穴が開いておりまして、はい、内側からの風が吹き抜けやすくて外からの雨が入りませんので傘がひっくり返りにくいんですね。こっちからの風に強いんですか。そうです。もともとはですね美智子さまが肩に担ぐようにお持ちになられてお顔がよく見えるような状態でですね相当手にご負担があるんじゃないかなということでですね、傘に穴を開けて少しでもご負担を軽減しようかと思ったんですが、これ見よがしに穴を開けるとちょっとなんか変わったものを持ってるように見えちゃうということなので、一見すると全くわからないような構造を開発したんですね。傘に穴を開けるって本当にコロンブスの卵じゃないですけども逆転の発想ですよね。そうですね。でこの角度っていうんですか、これもいわゆる普通に思う傘よりも深いっていうか。そうです。あれがホワイトローズについては16本骨のこのタイプはこのカーブが理想的だというちょっとこだわりがあるんですよ。骨の数もこだわりがあるんですか。はい、これはやっぱり16本ということで丈夫さはもう明らかに普通の傘よりも倍の骨がありますから丈夫ですが、格子戸の格子のような感じでですね、ちょっと風情がやっぱりあるんではないかということで、これは16本骨の桜の手元がついて白樺の中棒のあるこだわりでございます。桜をこれ曲げてあるんですか。そうですね。皮付きの桜の天然木を、これはやっぱり特殊な職人さんがおられましてですね、このようにうまく曲げてくださるんです。ここだけでもなんかものすごく技を感じるんですけどもこのビニール素材に関してもやっぱり普通のビニールとは違うんです。はい、ちょっと見ても分かんないと思うんですけれど、これ3枚重ねなんですよ。で3枚重なってるんです。で濡れてもベトつきにくくて寒くてもバリバリと硬くなりにくいマイナス20度でも変化しませんので札幌の雪の時でもこのまんまの状態でお使いいただけるんですね。昔のコウモリ傘とかっていうよりもビニール傘感覚の軽さですもんね。これね。そうですね。やはり5年10年長く持っていただくビニール傘なんですよ。カバーもお取り替えができますし骨も全部お取り替えができますから支障が出てきた時には、修理に出していただくと。そうしましたらもう新品に近い状態でお返しすることができますのでもう新しい傘は買わなくていいですよと。いやそういう感覚で生きてなかったと思うんですよね現代人はね。特にビニール傘はね。特にね本当に。でも傘ってやっぱり昔はやっぱ大事なもんだったし、気に入った傘があると雨の日が楽しみになるっていうちょっとした日常の中でのなんかね贅沢な時間だったじゃないですか。それが気づいたらもうなんか知らぬ間に奪われちゃってたなっていうのもあるんで。この方は8代目。そうです。私の祖父にあたるんですが、この8代目までは武田長五郎という名前を襲名しておったんですね。
襲名してたんですか。はい、そうなんです。武田だったんですね。そうなんですよ。はうちは実はですね、武田勝頼の血筋らしくてですね。で、そうですか。もうね、テレビに出てらっしゃるのであれなんですが、ちょっと前敵でしたからね、はい、勝頼。こういうものを開発したんです。普通の綿の傘の上にかぶせるビニールの傘カバーを作ったんですね。で、綿の傘というのは濡れたら水が漏りやすくて色も落ちやすいので、みんな困ってたんですが、そのデメリットを補完するのがこのビニールでできた傘カバーなんですよ。で、これがですね、今これは昭和28年の朝日新聞でございますが、ビニール新製品2つ、傘カバー、晴雨兼用の傘にかぶせるカバーで濡れず汚れずひどい雨にもしぶきがかからずに済みます。へえ。東京日本橋白木屋調べっていうから昔の東急百貨店ですね。そうですね。ねえ、そこで売ってたんだ。ビニールでできた傘カバーというのはものすごくよく売れたらしいんですが、ちょうどその頃にナイロンという合成繊維の開発が、繊維業界の中で行われていて、一気にナイロンが洋傘の世界に使われるようになったんですね。防水性もそこそこいいですし、色は落ちにくいということで、この傘カバーいらないということになっちゃったんですよ。それがきっかけで骨に直接ビニールを貼る傘の開発に取り組んだと。で、こちらがですね、完成したビニール傘の当時のものでございます。これビニールなんですね。はい、今から60年前のものですね。こんなにまだ。これはね、ちょっとね、本当に特殊なんですよ。普通はベトベトしてきて最後は粉になっちゃうんですけれどね。全然まだ使えますね。これもやっぱり日本の技術ってのはすごかったんですよね。しかもなんかほらベタベタしないでしょう。サラサラの。もうこれはね、画期的です。で、ただ問題はこれがですね、売れなかったんですよ。で、これも当時のものですが、これ変わった形。これはバードゲージという形なんですが、これがね、大ヒットしたんですね、ニューヨークで。ただ私はこの傘が嫌いでしてですね。何ができた？この傘はね、相合い傘ができないんですよ。相合い傘したかったんですか？相合い傘できない傘は作りたくないんです。そうですか。はい。雨が降ってきた時に男がそのびしょ濡れになりながら女性に傘を差し掛けて、それで歩いていく姿がですね、もう傘の僕は理想形だと思ってるので。ちょっとその辺はよくわからない。ただですね、物作りしておりますと必ずコピー商品が出てくるんですよ。これを何とかしないと、これから新しく取り組む商品作りに必ずそれが支障になるということを覚悟してたもんですから、うちの傘の作り方はもう極力面倒くさく作るようにして、量産することを目標に作った工場の方たちから見れば、ホワイトローズの傘なんか所詮年間1万本ぐらいしか売れてないんだから、あれはゴミだよって言わせるようにやろうということにしたんです。あえて。ただ
もの自体はもう全く違うよと、でなおかつもう10年15年使っていただくつもりで作ってる傘だよと、ここがもう全く土俵が違うということを同業者にも分かってもらいたいし、使ってる方にも分かってほしいというのが私どもの今の考え方です。そうですね。それが戦略ですよね。千葉の旭市というところに昭和40年代から、工場がございまして、ぜひちょっとご紹介してですね、傘の出来上がっていく工程を見ていただきたいなと思います。面白そうですね。はい。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。どうもはじめまして、こんにちは。はい、こんにちは。あれは何をやってるんですか？これは塩を作ってんの。塩。塩。海の塩。そうそう。海の塩。海塩って美味しいんでしょ？なんかこう料理に使っても。そうですね。喜んで使っていただけるんですよ。ちょっと写真撮らせてください。いや、私もテレビ見てんだけど。髪が白いから。そう、テレビとまた違うなって今話しちゃうんですよ。そうなんですよ。やばいいい男だね。違うもうじじいです、じじいです。光栄だよ、こうやってこんなところでお会いして。ああ、こちらこそどうもありがとうございました。お邪魔しました。どうも。ホワイトローズ旭工場です。今日は本当に遠くから来ていただいてありがとうございました。とんでもございません。もうこちらでございます。どうぞ。私どもの工場長の石橋です。どうも。工場の石橋です。よろしくお願いします。先ほど海辺で塩を作ってらした方、ご親戚だという。おじさんです。おじさんですか。どうも今日はお世話になります。これからですね、私どもの工場の中を見ていただくんですが、ビニール傘っていうとなんかこう機械に材料入れたらビニール傘ができてきちゃうんじゃないかと思ってる方すごく多いんですけれど、手作りの塊だというのをこれから見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。一度この機械でですね、巻き戻しという工程を行うんですね。いきますね。そもそも透明のフィルムっていうのはこういう原端っていう状態で巻いた状態で納品されてくるんですね。簡単に切れるものなんですね。このオレフィン系のフィルムの特徴がベタつきがないという。はい。次がですね、この工程になります。で、傘っていうのは三角形の形のものが貼り合わされていくので、その三角形をここで作るんですけれど、傘の大きさだとか長さ、いろんな条件によって全部この三角形が変わってしまうんですね。これ型ですか？そうなんです。ここが刃になってましてね。何枚ぐらい一緒にやるんですか？いや、これは30枚ぐらいですけど、まだ厚くできます。すいません、やります。これで一気に30枚。いきます。まずこの辺で、で真ん中、ここでよいしょ、最後はい、で入れます。で下はい。はい。できました。ビニール傘の。ここがですね、傘を作る、いわゆる接着とか縫製の加工場なんですね。ですのでここで、傘そのものが出来上がってくるということになります。この機械がですね、
高周波ウェルダー接着機械というものなんですが、その熱くて溶かしてくっつけるんじゃなくて、高周波っていう電波を使ってですね、分子構造の変化でくっつくというタイプのものなんですね。1台の機械で2人で使うので、同時にスイッチ入れることができないんで。あ、絶妙に息を合わせてるんですね。そういうことですね。あ、そうなんですか。はい、2人1組で。はい。何年ぐらいおやりになってるんですか、この店。20年ぐらいやってる。20年。これ簡単に見えますけど、すごい難しいですよ。一番難しいのはですね、片方がフィルムで片方が繊維だというで、もう慣れていかないと、勝手にビニールだけ先行っちゃったりテープだけ先行っちゃったりしちゃうんですよね。うわー、簡単にやりましたけど、すごい難しいですよね、これね。これで完成です。すごいな。これがいわゆる普通のビニール傘とは全く違うんですよね。そうですね。これはうちの一つの特徴ですけどね。周りの縁がデザイン性もあるし、はい、強度の面でもちゃんとこういう傘の耐久性とかにもこれが役に立ってるってことですね。そういうことですね。露先付けということをやります。伝統的な露先付けをするための縫い方という縫い方でして、ここから外れちゃうと糸が切れやすかったり糸が伸びちゃったりしたらまずいわけなので、この糸もですね、ロウ引きって言いまして、糸そのものに防水加工をしているものなんですね。ですから一般の糸ではないんですよ。工程にしては何手ですか、これ。1、2、真ん中通してくるくる巻いて、3、ほら今くるくるも入ったからね。4、5、6、斜めから上げて、8、9、10、11、ほら全部11って言ってるけど、それ一つ一つなんかくるくるが入ってんだよ。くるくるが入ってて、なんかありえないとこ通してこう針が斜めにいってるから、これもう全く意味がわからないですよ。じゃあ今度先ほどの露先を骨につけていただくことになります。これも16本だと倍時間がかかると。そういうことになりますね。でこれでつきました。そうすると開いてみられるとこんな感じ。はい、今これ貼りましたけれど、はい、ここがちょっとたわんでますね。はい、渦巻きみたいな感じになってますね。でこれを今度まっすぐになってないとやっぱりまずいので、このためのこの帯なんですか。そうです。わあ、これも一個一個手作業ですか。最初はまだ自分のこう癖がないから広がろうとしちゃうんですね。そうですね。一日に何個っていうものですよね。それでは先ほど出来上がったこのカバーに桜の天然木のですね、キャップをくっつけるんですね。はい、それから手元、これを接着します。まずは最初にこのちょっと糊をですねつけまして塗っとくわけです。これはしつけ糸をですね何本かよったものなんですが、こいつをですねこういうふうにこう巻いていくわけですね。それでこれをギュ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 ッとねじ込んでいくわけですね。これと同じことを今度こっちもやらないといけないんですよね。
この傘を開くときにですね、下はじきというここのボタンがあるんです。はい。でこのボタンに対してこの手元のですね、この背中の部分こういうことですか。この。を合わせないといけないああ。というこれルールがあるんですね。で知これをしらず知らずますと、僕らそう思ってますよね。はい、ベルトを外した時パラッとこう傘が開くんですが、これを専門用語で笑いっていうんです。でこの笑いがないと手が入りにくいので、手を差し込んだ時にこの弾きがちょうどこの背中のところへ来てくれると都合よく傘が持てると。ということをしないといけないんですね。それで合わせたらばこれで仕上がりと。これは接着が完全ではないですが、こう持っていただけるわけです。ほぼ完成。はい。へえ。できました。もうこれはもうビニール傘っていういわゆるそのなんか安っぽい感じのものではないですね。絶対になくしたくない。社長自ら実験材料に。そうなんです。風速10いきますか。通常傘がさせない強さが10以上。へえ。これも台風ですよね。飛ばされる。耐えますね。なかなか終わりにしてくれないんですよ、ね、もういいんじゃないかっていう。あ、やっと。はまあこれが先ほど出来上がった傘の同じタイプのものであ。すね。すごい。うん。あ、どうしましたこの顔は。決め顔がすごいですね。これが須藤社長の作品のへえ。ありがとうございます。貴重なものを。これがねやはりうちにとっては非常に重要なファクターでして、やはりお客様お守りできるのかできないのかがうちの傘の役割なもんですから、これで簡単に壊れてしまったりしては、うちは何のために傘作ってるのかわからないということになるんですね。うちの傘が壊れる時はもう外へ出ない方がいいですね。さっきね、ちょっと道具であったんですよ。ごめんなさい。さっきちょっとだけ一回戻っていいですか。なるほど。こういう感じの色味のもので、細身の取っ手でこういう、先っぽもこういう感じで、こういうね、いわゆる先がもうこれってもう完璧です。これこういうものでビニール傘のちょっと新しいデザインってあったら面白いなと思ったんですよね。ちょっと挑戦してみます。ちょっとねイメージはこれ見てひらめいたんです。今日一日ビニール傘の須藤さんのそのホワイトローズさんで作られてる傘を見て、ビニール傘っていうものの僕が思ってた概念はもう180度変わりました。ありがとうございます。今若い人たちはレコードで音楽を聴いたり、作ったり、カセットテープもまた作ったりっていう、そういう時代にもなってるんですよね。でやっぱりビニール傘もなんかもうその日本の技術力として忘れ去られたものっていうふうに思われがちかもしれませんけども、これだけやっぱりずっとビニール傘を愛して作り続けてて、技術革新を続けてたっていうことが改めて価値をやっぱり日本人だけじゃなくて世界中の人が気づくようになると僕は思ったんですね。
じゃあなんでビニール傘っていうのを作ったんだと言われたらば、まず一つは完全防水だという点ですね。それから透明っていう素材はビニール素材でないと作れない素材だと。前が見えて安全に歩いていただけるというのは、これはもう透明の最大の特徴なわけです。結果的に使い捨てと言われてしまうようなビニール傘は、なってしまったんですが、我々のものは絶対身から離したくない傘を作りたい。そしてどうしても雨の日に出かけていかなきゃいけないんだけど、お父さん危険だから傘持っていかないとダメよというふうに言っていただけるような傘、そういうものを作りたいんですね。なんだろう、身につけてる時計だとかアクセサリーと同じぐらい、やっぱ傘っていうのも立派なファッションアイテムだし、自分がどんな傘を選んでどんな傘を差しているっていうことを含めて、その人のセンスだとか考え方だとかも問われるみたいに、多分そうなっていくような、多分これがきっかけだと思います。どこへ持ってっても恥ずかしくないビニール傘を作ることが、いやもうあれはもうどこに持ってってもどころじゃないですよ。もう今までもうビニール傘なんてと思ってた人たちがもうひれ伏して謝りますよ。はい、もういっぱい撮ってますから、もうざっくばらんに。本当にショックでしたね。これは明らかに日本人っていうか、世界中の人たちが雨をしのぐために持ち歩いてた傘でも、その傘が今やもう誰でも持ってる記号的なものになっちゃってる。コンビニどこでも売ってるんだけど、でもビニールっていうものに進化して、なおかつこれが今後みんなが持って自分の所有欲も含めて、楽しめるっていうものになるのは、これがすごく可能性があるなって本当に思ったんですね。美智子様のそのご依頼だとか、いろんな方が傘に対してどうあってほしいとか、どうしてほしいとか、どういうものであってほしいっていうものがあると思うんですけども、そういうアイディアを含めて膨らませてってビニール傘の未来っていうのが見えた気がしますし、これからだから本当にいろんなとこに行ってビニール傘を見るにつけて、これホワイトローズのとここが違うんだよなっていうことをね、はっきりとね言ってまいりたいなと思いました。今日は非常に勉強になりました。で、僕のアイディアも、須藤社長にいつか実現させていただきたい、していただきたいなと心から思いました。はい。